不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。よく勘の鋭い方で死の危険にさらされている人がわかる場合があります。それを相手に伝えるかどうかは別ですが、これは現在長野県にお住まいの泉さんという50代の男性の方からいただいたお話です。泉さんはごく普通のサラリーマンの方ですが、仏教の僧侶もされていました。もともと勘が鋭く、特に人の持病や死が近いことなどが泉さんは感じ取れました。お坊さんをされているのもそういったことで考えるものがあったからだそうです。さて、それは今から3、4年前のことでした。泉さんには大変仲良くしていた40代後半の夫婦がいたそうです。そのご夫婦を仮に長谷川さんとお呼びします。長谷川さん夫婦は当時長野県 N 市で手打ちそばのお店をやっていました。そんなある日、泉さんが職場から自宅に向かって車を走らせていた時でした。その長谷川さん夫婦の奥さんの方からスマホに LINE でメッセージが入ってきました。信号が赤になったところで読んでみると、こんなことが書いてあったそうです。数週間前、長谷川さん夫婦は東京で手打ちそばのイベントがあり、それに出店したということでした。ところがその出店中に突然長谷川さんの旦那さんの具合が悪くなったそうです。いつまでも調子が戻らず、病院も受診してみたのですが、これといった原因が分からず具合は悪いままでした。そこでお祓いも受けたのですが、結局未だに良くならないということでした。ただ、長谷川さんの旦那さんの具体的な症状までは奥さんからの LINE には書いてありませんでした。LINE を読み終わると信号が青に変わったので、泉さんは車を発進させました。東京のイベント参加であいつも疲れていたのかななどと泉さんはぼんやり考えながら運転していると、突然泉さんの頭の中にパンと黒焦げの人が浮かんできたそうです。びっくりした泉さんは慌てて車を止めました。いきなり浮かんだ恐ろしい人の姿に泉さんはパニックになりました。目の前にはもちろんそんな黒焦げの人などいないので、泉さんの頭の中のイメージなのです。こんなことは初めての経験だったので、泉さんはしばらく狼狽していました。少し経って落ち着きを取り戻すと、また泉さんの頭の中に今度は感覚のイメージが浮かんできたそうです。それは長谷川さんの旦那さんの目が充血し、頭が割れるように痛く、水を飲んでも飲んでも喉が渇くという感覚でした。するとさらに泉さんの頭に別のイメージが入ってきました。それは戦争中の東京の風景のようで、人々が炎から逃げる姿が浮かびました。泉さんはそれが東京大空襲の場面だとすぐ分かったそうです。これらのすべてのイメージは、旦那さんが東京で具合が悪くなったと自分が知るや否や入ってきたので、泉さんは長谷川さんの旦那さんに良くないことが起きていると分かりました。そこですぐに泉さんは長谷川さんの奥さんの LINE に返信してみたそうです。まずイメージで浮かんできた旦那さんの症状通りに、こんな症状がないかと聞いてみました。すると奥さんは驚いた様子で、そう、その通りです。目が充血して喉が焼けるように熱く乾いている。と返信が来ました。そして旦那さんはその苦しさから夜も満足に眠れず、すでに3回も霊媒師にお祓いをしてもらったのですが、効果はありませんでした。でも泉さんはふと、旦那さんに東京滞在中に何かがついたのではないかと思いました。つまりイメージで現れた真っ黒な焦げた人は空襲で焼かれた人の霊で、何かのきっかけで波長のあった旦那さんに取り付いたのではないかと考えたそうです。
泉さんは本人に会ってみたら、もっとその何かがわかるような気がしました。そこで泉さんはすぐ長谷川さん夫婦のお店を訪ねてみたそうです。お店の開店前に訪ねたのですが、中はいつもより薄暗く、泉さんはこれはまずいと不吉な予感がしました。そして長谷川さんの旦那さんを見た瞬間、泉さんは背筋が凍りつきました。まず外見から本当にやけどを負った人のように、目が真っ赤で顔が腫れ上がっていました。すると泉さんは思わずゾッとしたそうです。旦那さんから異様な匂いがしたのです。それは人間の髪の毛が焼けるような匂いでした。この焦げ臭さはやはり焼死した人の霊がついているからだと思いました。そこで長谷川さん夫婦に泉さんは感じたことをすべて話し、おそらく東京で戦時中に焼死した霊が旦那さんに取り付いてしまったんだと思うと正直に伝えました。夫婦はお祓いをしても全くダメだったから、じゃあどうすればいいと聞いてきました。泉さんはこういった場合、亡くなった人を供養してあげなくてはダメだと思うと感じるがままにアドバイスをしたそうです。そこで泉さんは僧侶ですから霊の供養の仕方を心得ていたので、その場ですぐ長谷川さん夫婦の代わりに真言密教のお経を唱え、旦那さんについている霊の供養をしてあげたということでした。すると驚くことに、次の日には旦那さんの目の充血がなくなりました。そしてその後徐々に具合が良くなっていったそうです。長谷川さん夫婦はとても安堵しました。泉くんのおかげでこんなに良くなりましたよと喜んで報告に来たということでした。でも泉さんには一抹の不安がありました。一回だけの供養で全て一件落着とはいかない予感がしました。そこで泉さんは長谷川さん夫婦に、これは一度の供養ではなく、その後も供養した霊の方を絶対忘れてはいけません。自分が生きている限りできるだけご供養しますと霊の方に語りかけてくださいと強く念を押したそうです。長谷川さん夫婦は、ああわかりました、今後もずっと供養しますと約束したということでした。ここでやっと泉さんも安心できました。ところがそれからしばらくしてからです。どういうわけかあれだけ仲が良かった長谷川さん夫婦が泉さんを避けるようになっていきました。LINE も個人の留守電も無視されたままでした。お店を訪ねてみると表面的には普通に振る舞っていますが、明らかによそよそしく腹に一物あるのが分かったそうです。後で判明したのは、長谷川さん夫婦は旦那さんが回復したのはお祓いでも供養でもなくただの偶然だ、泉さんは旦那さんが体調を崩したことを霊の仕業と決めつけ不安を煽って泉さん自身の宗派の供養の仕方を自分たちに強要したと言っていたそうです。それは彼らの他の知り合いが彼らに吹き込んだことだと分かりました。泉さんは誤解をされてしまったことを残念に思い、決して自分の宗派を強要するつもりではないこと、どの宗派でも良いので供養をしてほしいということを説明しようとしました。でも全く取り合ってくれず、ついに会うこともなくなってしまったそうです。ただ泉さんには長谷川さん夫婦の様子に違和感がありました。何かが彼ららしくない、おかしいと感じました。そしてその後も泉さんはずっと長谷川さん夫婦のことを心配して、どうしているかなと彼らのフェイスブックなどを時々見ていました。なぜなら泉さんは彼らに感じた不吉な予感が止まらなかったからでした。そしてちょうど1年が過ぎた頃でした。泉さんがまたふと気になり、フェイスブックを見ると、
長谷川さんの旦那さんの直近の写真が上がっていました。その瞬間、泉さんは血の気が引きました。やばい、あいつの心臓がやばい、そう思ったそうです。それは笑顔で写っている長谷川さんの旦那さんの心臓が悲鳴を上げているのが分かったのです。すぐに病院で治療を受けなくてはならない緊急事態でした。泉さんはダメ元で連絡をしてみましたが、やはり返信はありませんでした。伝えてくれそうな人も見つからず、たとえそれを人づてで伝えたところで信じてくれるわけもないのでした。泉さんはどうか何事もありませんように、自分の思い違いでありますようにと祈っていました。そしてそれからすぐでした。長谷川さんの旦那さんが突然の心臓発作でほぼ即死したことが分かりました。長谷川さん夫婦のお店は休業になり、Facebook で訃報が綴られていました。泉さんはとても残念で、もっと何か別の方法で彼らに危険を知らせることができたのではと後悔したそうです。そしてやはりあの焼死した霊が彼の死と何かしら関連があると感じました。泉さんは最後に、こういった目に見えない世界のことは、たとえ霊感があっても分かるのはほんの一部分です。でも少なくとも非業の死を遂げた不幸な霊を供養することは決して間違ったことではないはずなのです。と残念そうに語っていました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。